注意看，这个日本恶徒简直惨无人道，竟对着倒地的中国选手连踩10几脚。面对如此残忍的违规打法，一旁的日本裁判却间歇性失明。隔天，中国团队前去讨要说法，可没想到小鬼子不仅没有悔改之意，甚至还现场发疯，对中方代表大打出手。双方瞬间扭打在一起，乱成一团。事情闹到这个地步，已然不可能和平解决，唯有一战才能平息中国人心中的怒火。然而，这个狂徒还没搞清楚事情的严重性，依旧在媒体面前淫淫狂吠。中国人实在是太令人讨厌了，我都说了，中国人和狗不配和我打比赛，他们偏偏却要来挑战我。我再次保证，谁敢来挑战我，我就把谁打进棺材里。河南硬汉运气当场教他做人，用一招失传已久的飞龙在天将其顶废，吓得现场解说大喊大喊的。这个日本恶徒名叫神户祥太，不仅是日本踢拳冠军，还是踢拳协会副主席，所作所为根本就没把中国选手放在眼里。河南小伙运气就算是客场作战也不虚他，直接以蔑视的神情做了一个抹脖子的动作。看来小鬼子今天难以善终了。话不多说，让我们直接进入比赛。金色短裤中国勇士运气，蓝色短裤日本恶徒神户祥太。来自开封的运气从小活泼好动，非常喜欢传统武术。起初他也只是学习一些套路，致力于将中国功夫发扬光大。然而自从参加了一次实战之后，就深深地爱上了这项运动，随后便加入了中国搏击黄埔军校大东翔，更是一举拿下武林风60公斤级新人王。此次随邱建良征战日本，没想到就遇到了欺人太甚的小鬼子，当场就申请出战打头阵，要狠狠收拾他。はい、特にまっすぐのジャブワンツー、それ含めどんどんパンチがうまいんで、それをね出してくると思うんで、そこをね神戸選手もねすごくこうパンチうまいですし、こうテクニシャンなんで、そこをどう攻略するかですね。早い段階秒殺してやると対して赤いグローブ日本の神戸は、僕はじわじわ痛めつけてぶっ倒そうと思います、そう話しています。ボディいいボディですね。マサトさんどうですか。強いですね、いいボディですね。ヒンチはなんかゆっくりどういう風に戦おうかなと考えながら戦ってますよね。21歳です。まだユンチ2段の膝。関根さんでも神戸もまだ若い23歳なんですよね。そうなんですよね。神戸選手はこのところ本当に顔つきが。双方这一记换拳很重，可以看出神户祥太进攻欲望非常强烈。这家伙仗着主场优势相当傲慢，而且他本身的成绩并不差，否则也不可能当上日本踢拳协会副主席。对于运气来说，他不仅要跟神户祥太斗智斗勇，还要时刻提防裁判闹幺蛾子。ここ最近はなんかと達観したというか、なんかこう人が精神的にすごく充実してるなと思いますね。今日ユンチの右ストレートがちょっと怖いですね。この後に出てくる右強いですよ。ジャブの後に出てくる右。中村さんおっしゃったボクシングテクニック、パンチの強さ、この人がユンチ、青いグローブです。ミドルハイです。赤いグローブが神戸、ボディ、その後の青いグローブの右が怖い左。两人近身交战中，运气突然打出一记平勾，直接将日本选手击倒在地。这家伙栽愣愣的起身，走向绳边接受裁判的读秒。看他的表情，显然是没想到竟然会被咱们中国勇士击倒读秒。这剧本好像跟自己拿到的时候不一样啊！运气可不管他3721，直接打入内围乘胜追击。看他这架势，明显是准备一鼓作气干掉小鬼子。さあここ踏ん張れるか。ちょっと踏ん張ってほしいな。神戸はあれですよ、ボクシングでちょっと行くのは良くないですね。ちょっと蹴りたいですよ。ダメージあるな。神戸は蹴りたい。うわー、またパンチを襲ってくる。左のフック返した。ユンチーは K1 初参戦は一つ階級上の選手、日本の小宮山を下しています。一つ上の階級でも結果を残しているユンチー、満を持してこの 57.5 キロ初代フェザー級トーナメント参戦。中国より赤いグローブが日本の神戸。ボクシングに付き合わない方がいいというお話。随着铃声响起，比赛第一回合结束。运气的表现还是非常亮眼的，首回合就拿到了一次击倒，这对接下来的比赛进程非常有利。让我们看看他在第二回合又会有怎样精彩的表现。さあ第2ラウンド始まりました。第1ラウンドは青いグローブ中国のユンチーが一つ段を奪っています。まさにその中国の勢いを、証明している、見せつけているユンチー。マサトさんも中国行かれたそうですけど、すごいみたいですね。いや本当ジムがもうなんていうんですかね、もう全寮制の格闘技学校みたいな感じなんですよね。みんな住み込みでやってるんで、これは強くなるよっていう感じですよ。その中から生きる。运气有个绰号叫跳西王，你看他这一招运用的可以说是炉火纯青，每次出腿都让日本选手防不胜防。
而且他打完就退，不做缠斗。这种游击战术可是让小鬼子非常头痛。其实这个时候他已经牢牢掌握了比赛节奏，进退自如，将神户祥太牵着鼻子走。又是一记跳膝成功命中，吓得裁判赶紧上来拉偏架。要是再能补一拳，说不定直接就 KO 了。ね、ユンチマの前回小山選手とやった後に3試合やってんですよね。2段の膝、着地の時に右のフック狙っていますが、神戸。やっぱり選手ダウンではなかったようです。しかしこれ神戸は行きたいか。しかし入るとカウンターの右待ってるが前蹴り。神戸の前蹴り良かったですね今。いやしかし中に入る時の右。ボディはちょっと完全に狙われてるんで、いきなりボディはいかない。主场作战被揍成这个死样，神户祥太显然很不甘心，于是强打起精神拼内围，结果又被一顿暴锤。而这个显眼包裁判又开始作妖了，暂停比赛，对运气发起警告。这操作真是孔子看不懂，孟子看不懂，老子更特么看不懂。关键是孙子还不说，而作为当事人的运气就更气愤了。既然你们玩针对，那就别怪我不留情了。提起拳头就开始对神户祥太狂轰乱炸。ボディストレートはまた怖いですね中村さん。ミドルボディ2つ。やっぱり体のフレームが一回り大きなユンチー背中から見ると。神戸選手ミドル、いいんじゃないですか。いいですね。この蹴りからつなげたいですよね。ナイスパンチ。ナイスパンチでしたね。神戸もじゃあ見えてきてる部分あるんでしょうか。掴んでる部分なんかだいぶ一ラウンドよりはいいですね。パンチが入るようになりミドルどうしても这下算是看明白了，原来裁判不允许运气接腿后2次发力。好家伙，这可是散打的经典招数，你们不会用就强行不让我们用，完全就是强盗逻辑。3番5次的警告也是让运气不胜其烦，他已经下定决心快速结束战斗。如果有机会的话，给这个裁判也来上一拳。此时的他正在后撤寻找跳膝的距离，神户祥太也是被顶怕了，步步緊逼。没想到运气反手来了一记前手摆拳，小鬼子大头朝下再次栽倒。いやこれはダメージある。いや頭から後頭部から倒れましたね。体が痺れています。うわーっとゴングに助けられた。いやもうこれうわー崖っぷちでこれした。ゴングに助けられましたけど、3ラウンドこの1分じゃダメージ回復しないですよ。今のはさすがにしない。神戸冷静ですね。そうですね。比赛进入第3回合决胜局，将小鬼子揍了2个回合也够本了。看看运气能否抓住机会一举将其 KO。でオランダに単身渡っています。ジムで寝泊まりしてその腕を磨いてきました。ショータコールですね。会場から神戸翔太へのコールが起こっています。ワンツー。うわーうわー回るさで左危ない。完全にユンチ。不得不说，神户祥太还真是皮糙肉厚。你这踢拳协会副主席怕不是挨揍挨上去的吧？为了挽回自己的颜面，神户祥太咄咄逼人，试图在最后的时间里尽可能打出优势。如此一来，有裁判的帮助，说不定能反败为胜。运气又岂会不知道他这些小心思？他手握2次击倒，优势不要太大。这时候只要稳扎稳打就能轻松取胜。然而他追求的可不是简单的胜利，于是一个箭步衝上去飞踹小鬼子。セルジオ・ビルセンにも勝ってるんですよね。ですよね。それ強いですよね。さあもう絶対絶命神戸奇跡の大逆転は起こるのか。うわーダメだ。神戸が完全に亀のように丸くなるところを襲いかかってくるユンチ。此时的神户祥太已然是强弩之末，运气后撤冲刺踢出飞龙在天，直接将小鬼子顶得瘫跪在地。裁判一看情况不对，挥手终止比赛。他很清楚自家这个副会长是什么水平，再打下去可不是丢人那么简单，万一被运气打死那就得不偿失了。最后让我们恭喜运气以 KO 的形式拿下胜利，在日本擂台打出了中国功夫的威名，为国争光，让嚣张狂妄的小鬼子感受到了中国人的怒火。假如满分是100分，各位老铁会给运气打多少分？欢迎在评论区留言讨论，咱们下期再见。